はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、パンチオーディオポルターゾです。パンチオーディオさんは、深く力強い低音を特徴とした製品開発を目指しているブランドで、ファーストモデルはマルティロ、スペイン語でハンマーを意味し、その名の通り、重低音、ベースヘッドに特化したサウンドが特徴です。そして今回のニューモデル、ポルターゾは、スペイン語でドアを乱暴に閉めること、バタンという音を意味し、こちらも迫力ある低域を持つ IEM です。へー。ポルターゾは一言で言うと重低音の魔獣でありながら超クリアな高音域も両立したモンスター IEM なんだ。魔獣かっこいいけど、それってただのドンシャリってこと？そうじゃないんだ。低音域、特にサブベースの出力は体の奥まで響くような破壊力がある。だけどその低音を生かすために高音域と超高音域が正確にチューニングされていて、全体としてサウンドステージに十分な空気感とクリアさが生まれているんだ。ただパワフルなだけじゃない、計算された音作りってことなんですね。そのパワーとクリアさの秘密は搭載されているドライバーユニットにあって、ポルターゾは新世代の複合ダイナミックドライバーを採用している。サスペンションリングには液体シリコン、そしてドーム部分には LCP 液晶ポリマーと別々の素材を使っている。なんで素材を分けるの？一緒じゃダメなの？これが低音の質を決める重要な技術で、素材によって反応速度が違うんだ。この2つの素材の組み合わせによって深く響くランブル感とはっきりとした明瞭さが理想的なバランスで実現する。なるほど。素材のハイブリッド構造で低音の力強さとクリアさの両立を実現しているんですね。さらに広域を担うのがカスタムのデュアルプレイナードライバーだ。従来のドライバーを凌駕するトランジェントとスピードが特徴で、これにより超高音域を 35kHz まで拡張している。その結果、非常にリアルなサウンドステージと鮮明で澄み切った広域を再現している。ドライバーはマルティロは 2DD プラス 2BA プラス1プレイナーっていう構成だったけど、ポルターゾは 1DD プラス2プレイナーで BA がないんだね。そのあたりが価格にも影響しているのかな。ポルターゾは約3万円、マルティロは発売当時約5万円と結構お高めだったからね。愛には約3万円のポルターゾだって十分お高めよ。マルティロもすごく良かったけど、低域も高域も最新の技術が詰まっているポルターゾは次世代の IEM ということだから、どんな音質なのか楽しみだわ。ボディもすごく綺麗ですよね。職人さんの手作り感があります。その通り、ポルターゾはレジン製のシェルからフェイスプレート、ドライバーの組み込みに至るまで一つ一つ手作業で組み立てられているんだ。品質管理も徹底していて、各ドライバーは個別に計測されてペアリングされ、最終的な組み立て後にも必ず計測を行い、チャンネルマッチングを確保しているんだ。こだわりがすごいですね。マルティロはダークなレッドが貴重でしたが、ポルターゾは薄めのグリーンで対照的です。形状は耳に当たる側はマルティロにあったイヤーフィンを取り払ってシンプルです。ノズル先端部の径やフィルターの形状にも違いが見られます。付属ケーブルは脱着式の2ピン 0.78mm で 3.5mm と 4.4mm が選べるモジュラープラグになっている。マルティロ付属のケーブルと同じで、プラグ交換は押し込んで抜けを防止するタイプ。普通に使っていたら抜ける心配はほとんどないと思うよ。あと、ケーブル素材は超高純度の無酸素導線を4芯で構成していて、タッチノイズを抑えたクリアなオーディオ伝送を実現しているということだね。では、ここからは波形を参考にしながら進めましょう。2つのバンドルイヤーチップのうち、1つはメモリーフォームで白の波形です。4kg と 10kg 付近に違いが見られますね。この先の視聴と音収録は1に特示した波形のディバイナスベルベットで行っています。比較モデルは当然マルティロだよね。もちろん。でも、それだとどっちも低域が強いんで、割と最近レビューした G ガードホライズンも加えてみた。ああ、なるほど。確かにこれなら低域の違いがはっきりしそうだね。音調整の基準をポルターゾにしているんで、ホライズンの低域が軽く感じたら、ポルターゾやマルティロの低域がその分強いっていう風に捉えてもらえればと思うよ。あと、4から 7kg あたりの違いも結構はっきりしているんで、そのあたりも聞きどころかな。はい。では早速聞いてみましょう。ボリューム上がります。
はい、サウンドチェックでした。波形通りの印象といったところでしょうか。愛は最初、フォルターゾの方が声域が明るいんじゃないかと思っていたんですが、私はマルティロの方が明るく聞こえたよ。皆さんはどうかな？低域の出方は同程度だけど、4から7キロの出方の差が明るさに直接影響していたね。それより上、13キロ付近のピークの前後はフォルターゾが伸びてるけど、4から7キロあたりの差の方が人の耳には分かりやすかったね。フォルターゾを音収録の基準としているんで、収録音ではマルティロの明るさが実機よりやや強調されているけどね。一方ホライズンはやっぱり低域が軽めってことが分かったんじゃない？そうね。フォルターゾとマルティロの低域の強さもね。確かにね。ホライズンに興味あったら過去のレビュー動画をチェックしてみてね。ところでフォルターゾとマルティロって2キロぐらいまではほとんど同じ出方なんだね。そうだね。そこから上の帯域の出方の差ということだね。マルティロは低域が圧倒的に出るのに広域も負けずにしっかり出るモデルとして結構注目されたし、評判も良かったと思う。ジャックさんも気に入ってたよね。そう、衝撃的だった。それに比べるとフォルターゾは予想の範囲内という印象かな。やっぱマルティロの出来が良かったからね。うん。あとフォルターゾはプレイナードライバーを2機乗せてるのに音量が取りやすかったよ。マルティロより4デシベルぐらい大きく出る。へえ、そうなんだ。ここからは実機を聞いた印象をまとめようか。うん。まず低域はマルティロと同程度の出方だけど、中高域以上の明るさの差もあってフォルターゾの方がよりパワフルに感じるかもしれない。この低域に慣れてしまうのがちょっと怖いぐらい。迫力あるのにぼわつかないもんね。そうね。マルティロの良さはそのままにという感じね。特徴はやっぱり4から7キロの差よね。フォルターゾの方が落ち着いた感じ。ボーカルはバックの音に馴染む感じで、それほど前に出てくる傾向ではなく、視察音もほとんど気にならなかった。でも物足りないというほどではなかったね。マルティロだとボーカルが前に出過ぎと感じる人もいるかも。この辺は好みが分かれるところだね。そうだね。広域、シンバル系もやや落ち着いた傾向でうるさいと感じることもなかった。空間表現ではフォルターゾの方がやや余裕があるというか、空いている部分があって定位が分かりやすく、タム回しなんかの臨場感がやや優位かな。フォルターゾはどんな人におすすめですか？まず間違いなくベースラバー、つまり低音好きの人だね。ヒップホップ、ポップス、EDM とかが最高に合いそうだよね。そうだね。それに加えてステージミュージシャンにも適してる。特にドラマーやベーシストなどステージ上で強力な低音モニタリングを必要とする人に合ってると思う。マルティロと発売当初の価格差が約2万円あるんで、この特性の違いを EQ で補正してマルティロっぽくすると、手の届きやすいマルティロになっちゃう。まあそれもありかなと。はい、ということでパンチオーディオの 1DT プラス2プレイナーモデルフォルターゾのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。